昔の日本。木材の産地として天領とされていた土地に残る一句。不動高倉、ようやく越えてそれでも怖いはおびつ万平。こんな材木じゃ送り出しできないよ。埼玉、秩父、三峰口駅から徒歩10分、荒川に架かる白川橋を渡る。林業が盛んだったこの地での材木落とし、荒川の流れを利用して下流へ材木を運んだ。この橋が開通した時、バスで通る時、橋への荷重を防ぐため乗客は降りて橋を渡ったという。車しか走らないような秩父王冠の道路を歩いて、細い脇道に入り、坂を下る。道はこれで合っているのだろうかと進んでいくと、石仏がある。鳥居発見。八幡台神社。掲示の通りかなり急な階段。ここに江川は終始天領であった。ご神木がある。創建は数百年前。三重川村の名主帯付の先祖が氏神として、当時の交通の要所であった白との渡船場に近い坂の上に環状し、後にこの地の鎮守となった。帯付は材木検査役を務めていたことが伝えられており、冒頭の一句は苦労して材木を切り出して運んだ後にも厳しい検査が待っていることを伝えている。木を切り出すときは山の神様にまずご挨拶。山に長期間こもって作業をするため、男たちはソマ小屋に泊まる。崖にある木を切ったり、切り出しやすくするために火をかけたり、苦労して切り出した切り株に神への感謝を捧げる。名主の検査役の帯津万平は厳しく品質を管理したのだろう。三重川の鎮守として様々な祈願がされており、とりわけ病気平癒のイボ取りのご利益があると言われ、河原から拾ってきた小石を神前に備え、イボが取れるように祈願した後にその石でイボを撫でると、知らぬうちに治ると伝えられ、この時使われた小石が社殿床下に多く収められていた。